は鶏肉のしそ南蛮を作りました。こんにちは、料理研究家のあかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏肉のしそ南蛮を作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏肉の南蛮漬けを作るんですけれども、大葉をたっぷり入れたさっぱりしそ南蛮漬けにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに南蛮漬けの漬けだれの材料からご紹介します。材料はこちらです。お酢、お醤油、みりん、お砂糖、だしの素、お水、こちらの材料で漬けだれを作っていきます。お酢に関しましては今回穀物酢を使っていきます。お好みで米酢などを使っていただいても OK です。だしの素はかつおだしを使っていきます。そして具材とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏肉、玉ねぎ、人参、大葉、唐辛子、片栗粉、塩、胡椒、サラダ油、こちらの材料で作っていきます。まず鶏肉なんですけれども、今回はもも肉を使っていきます。こちらお好みで胸肉を使っていただいても OK です。そして今回はね、大葉の南蛮漬けということで、大葉をたっぷり入れていきたいと思います。そして唐辛子も加えるんですが、こちら辛いのが苦手な場合は唐辛子はなしで作ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに南蛮漬けの漬けだれから作っていきます。まず小鍋にお水、そしてみりん、あとはお砂糖。まずこちらの3つを火にかけます。軽く混ぜましょう。お酢はですね、このタイミングで入れてしまうとお酢の酸味が飛びすぎてしまいますので、一度沸騰させてから加えていきます。はい、沸騰しました。沸騰したらここにお酢を加えてください。そしてさっと混ぜてお酢のツンとした酸味だけを抜いていきます。鍋肌がね、ふつふつするまで加熱してください。はい、でこんな感じでふつふつしたら火を止めましょう。そして続いてここにお醤油、だしの素を加えます。そして混ぜましょう。お醤油はですね、加熱すると風味が変わってくるので、お醤油は一番最後に加えてください。はい、OK です。これでね、だしの素がしっかり溶けるまで混ぜてください。南蛮漬けの漬けだれはこれで OK です。こちらは使うまで粗熱を取っておきましょう。それでは続いて具材のお野菜を切っていきます。まず玉ねぎです。玉ねぎは繊維に沿って薄切りにしていきます。で、ヘタの部分はね、切り落としてください。はい、OK です。そしたらね、玉ねぎはお水に浸します。そしてここにですね、分量外ですがお酢を小さじ1杯ほど入れてください。パラパラーっとやっていただいて、このまま10分ほどつけて玉ねぎの辛みを抜いていきます。はい、10分経ちました。そしたらこちら水切りをします。はい、OK です。キッチンペーパーで水分をしっかりと拭き取りましょう。はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。続いて人参です。人参はまずね、ヘタを切り落として、そして皮を剥きます。そしたら人参はですね、千切りしていきます。まずこのように立てていただいて、そして 3mm から 5mm 幅に切ります。切りやすい枚数を重ねていただいて千切りしていきます。はい、人参はこれで OK です。このように切ってください。続いて大葉です。大葉はさっと水洗いして、その後ね、1枚ずつしっかりと水分を拭き取ってからこのように重ねてください。そして茎の部分を揃えて茎を切り落とします。切り落としたらくるくるくるっとこのように巻いて、そしてまず半分に切ります。切り口を重ねて千切りしていきます。はい、OK です。あとはこのようにね、ふわっとパラつかせておきましょう。大葉の準備はこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はね、キッチンバサミを使って切っていきます。まず半分に切って、そして種を取り除きます。あとはキッチンバサミで輪切りにしていきます。はい、唐辛子の準備はこれで OK です。この唐辛子はですね、もうすでに輪切りになってるものが売ってますので、そちらを使っていただいても大丈夫です。それでは漬ける容器を用意してください。ここにですね、まず先ほど作った漬けだれを入れます。そしたらですね、漬けだれがまだ温かいうちに玉ねぎを入れます。そしてあと人参も加えます。あと唐辛子ですね。
こちらの大葉は最後に加えていきます。そしてこれを混ぜます。このようにね、つけだれが温かいうちに入れていただくと玉ねぎの辛みも抜けて美味しく召し上がっていただけます。さらにね、人参にもしっかりと味が染み込みます。はい、つけだれの準備はこれで OK です。こちらもね、使うまでこのままつけておきます。続いて鶏肉を切っていきます。まずですね、余分のこういった筋とか、あとは余分な油と皮を取り除きます。この下処理をやっていただくと歯切れも良くなって食べやすくなるので、下処理はね、できるだけやっていただくといいかなと思います。はい、OK です。あとはね、こちら食べやすい大きさに切っていきます。切るときはですね、こちら半分に分かれてるの分かりますかね。こっち側が少し筋っぽくて、こちらが肉々しい部分になってます。なのでこちら分けて切りたいと思います。あとはね、それぞれ一口大に切っていきます。はい、OK です。そうしましたら塩コショウで下味をつけます。はい、そして下味をつけたら片栗粉を薄くまぶしてください。そうするとね、ちょっとパリッとした感じになるのと、あとね、つけだれも馴染みやすくなります。あんまりね、ここでつけすぎると油っぽくなってしまうので、ほんと薄くまぶすぐらいで OK です。はい、このようにね、薄くまぶしてください。それではね、フライパンで焼いていきます。まずここにサラダ油を敷きましょう。そしたら油を広げます。そして広げたらまだ火にかけない状態でお肉を並べていきます。お肉を並べるときは皮を下にして置いていきます。はい、このように並べてください。お肉はですね、油がまだ温かくない状態から焼いていただくことで、お肉の焼き縮みを少し防ぐことができます。それでは火にかけます。そして蓋をしてください。火加減弱めの中火にして焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね、3分ちょっと経ちました。一度蓋を開けます。焼き色をチェックします。あ、いいですね。いい感じにね、焼き色がついていたら裏返してください。はい、こんな感じで美味しそうに焼き色がついてます。かなりね、油がはじくのでやけどしないように注意してください。そしてまた蓋をしましょう。そして片面はですね、火加減弱火にして2分から3分ほど焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今ね、2分ほど経ちました。蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてください。あ、いい感じですね。このように裏面もね、いい感じに焼き色がついてれば OK です。あとはね、ちょっと分厚いお肉の場合はきちんと火が通っているかもチェックしてください。そしたら火を止めます。鶏肉はこれで OK です。はい、そしたらですね、先ほど準備しておいたつけだれの中にこちらのお肉を入れていきます。そしてこのタイミングで大葉も入れましょう。で、全体を混ぜます。はい、 OK です。そしたら上にピタッとラップを貼り付けてください。それではですね、こちらを冷蔵庫で15分漬け込みます。途中で一旦取り出してお肉の上下を裏返して漬け込んでください。では漬け込みます。はい、15分漬け込みました。このようにしっかりと味が染み込めば OK です。はい、これで鶏肉のたっぷりしそ南蛮の完成です。こんな感じに仕上がりました。大葉もたっぷり入って鶏肉にもしっかり味が染み込んで美味しそうに仕上がりました。鶏肉もジューシーに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。食べた瞬間に口の中に大葉の香りが広がってすっごく美味しいです。そしてね、鶏肉にもしっかり味が馴染んで、かつとても柔らかく仕上がってます。玉ねぎと人参もすごくシャキシャキです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏肉のしそ南蛮のポイントです。まずですね、この南蛮漬けに入れた玉ねぎと人参なんですけれども、こちらをですね、漬けだれに先に漬け込んでおくようにしてください。そうすることでしっかりと味が染み込んで、かつ玉ねぎはですね、辛みも一緒に抜くことができます。そして鶏肉なんですけれども、鶏肉はですね、切る前に余分な筋、皮、油、こちらを取り除いてください。そうすることで歯切れも良くなってとても食べやすくなります。そして切った鶏肉なんですけれども、軽く塩
塩コショウで下味をつけて、その後片栗粉を軽くまぶしてください。そうすることで鶏肉の旨味をギュッと閉じ込めることができて、かつ鶏肉にしっかり味がなじみます。ここであんまり片栗粉をつけすぎてしまうと油がギトギトになってしまいますので、軽くまぶすぐらいで OK です。今回鶏肉はですね、揚げずに焼きました。そうすることでとてもさっぱり召し上がっていただけると思います。そして出来上がった鶏肉はですね、温かいうちにタレに漬け込んでください。そしてこのタイミングで大葉もたっぷり一緒に入れていただけたらと思います。この大葉はですね、玉ねぎと同じタイミングで入れてしまうと色が変わりやすくなってしまいますので、必ず最後に加えるようにしてください。あるいはですね、より大葉の色味を出したい時は半量だけ先に入れて、残りは食べる直前にかけていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏肉のしそ南蛮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。